こんにちは。じゃあ鶴岡飯でございます。はい。で今回はめちゃくちゃちょっと時間がかかるやつをやっていこうかなと思います。長期スパンでやっていきます。で材料がこちらでございます。解凍しておりました豚バラ2キロ2キロ2キロあります。でこれで、はい、今回はつるしベーコン。はい。なんかベーコンのなんか長いやつとかあるじゃないですか。それのちょっとちっちゃいバージョンを、ああなるほど、燻製機でやってみようかなと。あ、了解です、はい、そんな感じです。はい。ちょっとこれ2キロは多すぎるんですよねやっぱり、はい、やっぱりか。2キロはちょっと多いんですよ。だから半分はまた別の料理にしようかなって思います。はい。じゃあまずは半分に切りますね。はい。1キロにします単純にね、単純に1キロかどうか知らんばってん。じゃあこっちはちょっと保存しときます。はい、お願いします。ギリギリこのままねちょっと小さくして串刺してこう焼いてね。よし豚バラ、それも美味しいですけどねよっしゃ、したらこれに味を入れていきます。はい。フォークで穴を開けていきます。あ、了解。じゃあブスブス、はい、あ、刺すだけ。はい。 OK。 それで、はい、筋とかも切るんだろうね。ですかね。柔らかいベーコンになるんでしょうね。ね、こう縮みにくくなるからね、はい。ちょっと解凍があれですね、真ん中が硬いです、ね。真ん中氷やねこれズブリあ、ズブリほら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 、スタープラチナですね。スタープラチナそれほら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 、したらここから塩とクレイジーソルトと一応黒胡椒、粗挽きブラックペッパーで味をつけます。ちょっと濃いめにつけるのがポイントですね。なるほど。はい。じゃあ普通の塩を先にした方がいいのかな。はい。お願いします。塗り込みます。傷口に塩。痛いやつでも不思議とさ、海水浴行ってさ、足の裏切っても気づかんよね。そうですね確かに意外と気づかない上がってから気づきますよね。なんかヒリヒリするのね散々塩水に使っとったのにさ気づかないんですよじゃあ次はこれ、はい、クレイジーソルトでちょっとハーブ系の香りをつけましょうね。両方とも同じ味にしといていいのかい？にしましょうか。 OK。 じゃあこちらもサラサラ香りをつけます。はい。であとはこれブラックペッパー、ちょっとピリ辛にこっちは仕上げましょうかね。じゃあほら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 、なじむ、実になじむぞ。結局この後その塩抜きっていう工程もあるので、ああそっかそっか、ほんと濃いめに作っとけば作っとくほど味がしっかり染み込んで美味しいやつができますね。よし。はい。したらこれをジップロックに入れて冷蔵庫で保管しておきます。おお、なるほど。これはどれぐらい置いといたらいいの？本当はなんか1週間ぐらいやっていいって書いてあったんですけど、ちょっと1週間以内にこれは終わらせたいなとなのでちょっと多めに塩を振って、ああなるほど、はい、味を早く入れようかなと思っております。じゃあこのまんま入れていいですか？ありがとうございます。で冷蔵庫でその保管するとき、保管というかこの味を染み込ませるときにちょくちょく向きを変えてくださいって書いてありました。重さとか水分量とかでなんかその味の染み方が変わるんでしょうね。なるほど、それはやっときます。はい、お願いします多分、はい、次この画面が切り替わった時は、僕がいないことでしょうそうですね今から1週間ぐらいいないですもんねなんで徳ちゃんがユッキーになってるはずです。はい、じゃあこれ冷蔵庫に入れておきます。封印。さあベーコン、これどんぐらいかな、ほぼ1週間ぐらい漬け込みました。だいぶ水分とかも出ていい感じに味が染み込んでると思います。それでこれからちょっと塩抜きをしていきます。一回味をつけるんですけど、これじゃ味が濃すぎるということで周りの塩とか胡椒とかを洗い流します。もうこれは落としても味は染み込んでるので
大丈夫です。いやでもやっぱ水分が出てしっかりなんか身が硬くなってる。そしてこれにボウルに水を張って、このまま流水でずっと何時間やったかな、6時間から8時間ちょっとこれで塩を抜いていきたいと思います。はい、はい、というわけでこれ塩抜き、だいぶ時間経ちました。結構塩もう抜けてるんじゃないですかね、味が。まあこの時点でなんかちょっとこの端っこを切って、焼いてフライパンで焼いて食べたら、どんぐらいの味が残ってるかっていうのが、なるほどね、はい、分かるらしいんで、塩気がっていう、はい、さっきそのカメラ外でちょっと食べたんですけど、もうなんかいい感じだったんですよね。なんでちょっと取り出して、ここから乾燥に入ります。乾燥をするとその煙が乗りやすくなるというか、なんか味がつきやすいらしいんで、なのでしっかり水気は取っていきます。でその乾燥の方法なんですけど、冷蔵庫もうこのまんま冷蔵庫に入れるやり方もあるんですけど、今は季節は冬でございます。外はもうほぼ冷蔵庫みたいなもんです。自然の風で乾燥させるっていうやり方もあって、今回はそっちの方法でちょっとやろうかなと。了解です。そしたらこの網に入れてちょっと外に持っていきましょう。この網大活躍ですね。よいしょ。じゃあ外行きましょう。じゃあこれでまた半日ぐらいちょっと乾かしていきます。これも前回やったシステムをそのまま利用します。他の動物なんかにやられないように。乾燥させていきます。結構もう乾いて表面がもうサラサラになって、もうちょっと本当水分が抜けてきてる状態になってるんで、よかったですね、今日風強くて。なんでちょっとスモークをしていきたいと思います。こちらでよいしょ。いつものやつでここにぶら下げれるんですよね。なんでここにこうぶら下げていぶしてやろうと。じゃあやっていきたいと思います。お願いします。よっしゃ、通りました。こんな感じですね。なんか見たことある感じのいいですね。よし、じゃあちょっとまずとりあえず1個セッティングしましょうかね。ねじれてるね。中尾明だよ。こんな感じですかね。じゃあもう1個もやっていきたいと思います。よっしゃ、いいですね。いい感じでございます。でこちら今回桜のスモークウッド。これ煙だけ出てちょっとだけ熱が出るだけで、チップだと本当めっちゃ熱が入ってしまう。ごめんなさい。砂かけババアならぬ砂かけジジイがおった。しっかり連結させて、よし、よいしょ。さあ今日はみんな休みでちょっと一人でカメラで撮ってます。さあ燻製ができているのでしょうか。一応終わった後になんかちょっと冷やさないといけないってことだったから、そのまま放置して帰りましたけど、さあどうでしょう。オープンです。よし、これいいんじゃない？これいいでしょう。おー、しっかり色ついて美味しそうなベーコンになっております。でこの後にまた乾燥して、冷蔵庫に入れないといけないって書いてあったので、また青いカゴの中に入れてちょっと乾燥させていきたいと思います。夏場とかだったら冷蔵庫にラップをかけずに1日から3日ぐらい置いた方が味がなんか馴染むんですかね。ってことでちょっとこのまま乾燥させていきたいと思います。さあというわけで、だいぶこのベーコンの企画はこれだいぶ経ちましたよ。で昨日俺一人でちょっと取り出して、こちらです。完璧です。だいぶ完璧だと思いますよ。これ俺が知ってる色と違うの。外に星寄る白い状態からはもう進化しましたよ。あれからだいぶね、しっかり本当に匂いついてます。匂いついてる。
で、ちょっと1枚焼いて普通に食うのと、あとはパン焼いてパンの上にベーコンと卵でベーコンエッグパンをちょっとこれでやってみたいなと思うんで、ちょっと準備していきます。はい、徳ちゃん目玉焼き場お願いします。よし、じゃあベーコン切ってみましょうかね。これ OK、 しっかり味が多分入ってると思うんですけどね。はい、ちょっとこれ真っ二つにしてみようかな。めっちゃ硬くなってる。水分抜けてあれなんでしょうね。さあオープンです。おお、いいんじゃないですかこれ。ザ・ベーコンや。ベーコンですね。いい感じ。某有名映画アニメに出てくるやつみたいなやつをですね。なるほど、作りたいですね。よーし、ほら見てください。これいいベーコンですよ。うまそう。はい、最近釣り岡は保存食ブームですからね。なんか確かにね、カマスとかもやってるし、鮭とば、あれも一応保存食になるんですよ。燻製。次は南波保存しようかな。よっしゃ、じゃあしたらこれはこっちで焼いていきます。はい、いいですよこれ。いい感じでございますよこれ。でもこれ上面だけしか多分焼けないと思うから後でひっくり返しますね。さあベーコンがちょっと焼けたんでちょっとつまみ食いしましょうかね。これもうすごいですよ。油がどんどんやばい垂れる。ほらこう油がどんどん出てきてる。やばっ。これうまいでしょ。ちょっとこれ2枚ずつパンに乗っけるんで、ちょっと1枚食べましょうか。これ食べますか。うわー、これでまずかったら俺発見するからはい、味見熱っ。あ、うまっ。あ、フライングしたろ。じゃあいただきます。これだけ箸使います。いただきます。うまっ。うん、ちょっと広がないけどうまっ。完璧でうまい。にゃって言うとですね。じゃあとりあえずはい、こうですよ。こうですよ。うまい。してその上にはい卵さんはい乗っけまして、なんかどっかでどっかで見たようなあれですね。ほんといただきます。切ろうかな。うまい。うまっ。某アニメやったらもうこれって食いますもんね。うまい。とか普通にちょいちょいって切って、ビールとかのおつまみとかに良さそうです。はい、ということで今回はその豚の肉の塊を使ってベーコンを作ってみました。はい、次回はチャーシューとか作るかな。チャーシュー作るか。うまくなりそうだな。うまそうやね。ということでありがとうございました。ありがとうございました。美味しかったです。はい、ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、趣味のチャンネル釣り岡ハウスはこちら。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。